前回敦賀市にですねいろんな食材を見てまいりました。全てとても美味しかったんですけど、はい、タイです。今日はこのタイを使ってタイ飯を2種類ご紹介していきたいと思います。タイ飯の1種類目ですね、炊き込み型のタイ飯。皮目が焦げた感じもタイ飯の中に入ると美味しいので少し炙ります。本当にねいいタイなんですよね。もう絶対うまいこれ。うわ贅沢。2品目タイ茶漬けなんですけど、タイの身をこのおぼろ昆布の上に並べていきます。おぼろ昆布は非常に薄いですよね。すぐ昆布締め食べれるんですよ。この出汁に使ったおぼろ昆布がねまたいい仕事するんですよ。笑っちゃうぐらいうまいですよ。皆さんこんにちは。今日のごちそうさまチャンネルは前回敦賀市にですねロケで、行ってまいりまして、いろんな食材を、見てまいりました。フグ、タイ、昆布ね、全てとても美味しかったんですけど、で今日は、その中で、食材を選んで、レシピを2つご紹介したいと思います。今日選んだ食材はこれですね。よいしょ。はい、タイです。現地でもね、いろんな形で、いただきましたけどとても美味しかったですね。で今日はこのタイを使ってタイ飯を2種類ご紹介していきたいと思います。とても美味しいタイ、ですが、普通のスーパーで売ってるタイでも再現することは可能です。もちろん、敦賀真鯛でやっていただくと、とびきり美味しいと思いますが、今日は、このタイを使って料理していきます。まずはですね、2種類タイ飯作っていくんですが、その両方のタイ飯に使う昆布だしを取っていきます。よく白いところを拭き取るとか言うんですけど、僕は拭き取らないです。もともと多分ですけど旨味成分が凝固したものじゃないかっていうふうに言われていて、なので僕はあまり落とさないですね。でここにお水を1リットル、昆布は 30g です。はい、この状態で水につけたまま1時間置いておきます。はい、この状態1時間後ですね。昆布が膨らんで戻ってるのが分かりますね。さあこれを火にかけていくんですが、もうちょっと色が入ってるの分かりますね。うっすらね。さっと入れて火にかけていくんですが、沸騰させてはダメです。沸騰させると生臭さ立っちゃうので、推奨の温度は60度で1時間なんですね。で厳密に言うと温度計でずっと測りながら、やった方がいいんですけど、家庭用のガス器具でとろ火にして60度を維持するのはかなり難しいです。とろ火にしてもやっぱ80、90まで上がっちゃうんですよ。なので一回こう火にかけつつ、指を使ってですね温度確認しながら60度見ていきます。僕の目安は嘘この温泉絶対入れるわけないじゃんみたいな温度ですね。わかりますか？そんな温度なんですよ本当に。割とねすぐ温度上がるんですよ。今50度ですね。でだんだん火を弱めていきます。一回もう触って熱っこのお湯絶対入れないぐらいです今ね。でだんだん鍋肌に気泡がこうやってくっついてきます。で今とろ火にしました。これ60度だと思いますおそらく。で火をやめるとこうやって湯気が出てきますね。温度が60度ぐらいで安定したら、蓋をして、このまま火を止めたりつけたりしながら1時間ぐらい煮ていきます。はい、そしたら1時間経ったので蓋を外して、ここで昆布を取り出してしまいます。すごい昆布のいい香りがしますね。ちょっと味見してみます。しっかりしてる。旨味をすごく強く感じます。はい、ただこの出汁を使って鯛めしを2種類作っていきます。はい、じゃあ鯛めしの1種類目ですね。いわゆる皆さんご存知の、炊き込み型の鯛めしです。ロケ動画でもあったと思うんですけど、実際に、タイの養殖をされている、漁師さんにごちそうになった鯛めしですね。はい、あれに近しいものをさっき取った美味しい昆布だしを使って炊いていきたいと思います。材料はさっきの昆布だし、洗ってある白米、みりん、酒、薄口醤油、それからお塩で、
一番最初にオープニングでお見せした鯛をさばきました。ちゃんとさばきましたよ。ちゃんとさばきましたからね、結構上手にさばけた。でその鯛の身は腹身の部分、脂の多い方の部分をこの鯛めしでは使ってます。はい、じゃあ早速やっていきますね。まず鯛の下処理です。この鯛は本当になんていうかな、雑味がないんですよね。生食してももしかしたら軽く炙るっていう必要もないかもしれないんですけど、その皮目が焦げた感じも鯛めしの中に入ると美味しいので、そのために少し炙ります。お塩、本当にねいい鯛なんですよね。お塩なじませて、まず皮目下ですね。皮目下にして、もう魚焼き網だけがこのスタジオ全く貧弱でございまして、何時代のものでしょうねこれはね。そして火つけて炙っていきます。で強火で表面バーッと焦がしていく感じですかね。やっぱ腹身の部分なんでね、皮との間に脂がすごくいっぱいありますよね。お魚って基本ね、皮と身の間に一番いい脂が乗ってるって言われていて、だから鯛なんかはお湯をさっとかけてね、そのまま切って食べたりしますよね。皮のコリコリも一緒に。いいんじゃないですかね。反対側もさっとでいいね。皮にやっぱり焦げ目を強めにちょっとつけた方がいいですかね。そしたらいいですかね。はい、皮目のやっぱりこういうカリッとなってるところがいいですよね。で今日は炊飯器ではなく、お鍋で炊いていきます。やっぱお焦げも美味しいので。でお米、洗ったお米入れます。でこの上に今焼いた鯛を乗せていきます。うまそう。もううまそう。もう絶対うまいこれ。うわー贅沢。でこの上に、先ほどの昆布だし、ここにみりん少々、ほんとちょっとでいいです。結構昆布だしに影響しちゃいそうなので、酒とみりんはかなり少なめにしてますね。で薄口だけは少し多めで、お塩でしっかり塩分入れます。僕はねやっぱりお酒飲むんで、鯛めしってなんかちょっと締め感があるんですよね。ちょっと強めにしっかり塩分入れてます。お塩しっかり溶かして、この上からだし汁をかけます。いやーいいよ、持って帰ろう。この状態で、火にかけて、強火で最初沸かします。で沸かして横から吹いてきたら一番弱火にして10分で、その後蒸らし5分から10分取ってください。はい、この状態にしたら、奥のキッチンで、今日は炊いていきます。鯛めし出来上がったと思います。いい匂いですね。めちゃめちゃいい匂いです。これ絶対うまいですね。お米がねいい感じに炊けてますね。お米が立って、でこれを食べる直前にこう全体混ぜて、鯛を全体にこう広げて、でお茶によそって食べます。2種類目の鯛めしを作っていきたいと思います。鯛めしというか、鯛茶漬けなんですけど、これ僕鯛めしって言っちゃっていいと思いますね。材料ですが、先ほどの昆布だし、お酒、みりん、醤油、塩、それからネギで温かいご飯、それから鯛の今度は背身の部分ですね。背中の身の方ですね。綺麗にお刺身の身が取れるので、おすすめですね。それからお塩と、おぼろ昆布、敦賀市は、おぼろ昆布生産日本一です。でおぼろ昆布非常に美味しいです。で向こうの方はおぼろ昆布をお椀に入れてお湯を注いでちょっとだし醤油入れて、そしたらすぐだしが出るんでお吸い物みたいになるんですよね。でそのちょっと特性を生かして、さっとした昆布締めを作ります。おぼろ昆布は非常に薄いですよね。で鯛は切り身にしてつけます。そうすると30分から1時間ぐらいで入ります。すぐ昆布締め食べれるんですよ。でその代わりちょっとだけお塩しますけど、それではまずおぼろ昆布をこのように引いて全体にちょっと敷き詰めるようにですね。こんな感じかな。じゃあ鯛を切っていきます。でそれこそね、民宿の息子さんが、専門学校じゃなくて修行して帰ってこられたんですけど、
僕普段タイはこうやって引いてたんですけど、息子さんこうやって引いてたんですね。こうやってですごい綺麗に引けるんですよ。でちょっと厚みを持たせて、このぐらいかな。そしたらタイの実をこのおぼろ昆布の上に並べていきます。でこういう状態ですね。そしたらちょっとだけお塩薄く、でさらにおぼろ昆布でコーティングしていきます。広げてこういう状態ですね。そうするとすぐこうおぼろ昆布にお塩もしたので少し水分が染み出してきますね。この状態で30分から1時間ぐらい、冷蔵庫で保管します。はい、では1時間ぐらいですかね。今ちょうど1時間ぐらい経ったので、タイ茶漬け用のだし汁を作っていきます。まず先ほど取った昆布だし、だいたいね 2,3 人2人分ぐらいかな、2人分ぐらいこれ取れますね。火をかけます。うっすら沸いてきたらお酒からみりんで薄口醤油でお塩で一煮立ちしたら止めて、この熱々の状態ですね。熱々の状態の時に、ご飯も熱々です今で。締めたタイをもうほら身がちょっとねキュッとなってるんですよね。これを昆布と一緒に、漬けた昆布と一緒でいいんでこのように乗っけていきます。でここに上にかけます。完全にタイに火は入らないんですけど、こんな感じかな。でここに少しネギちょっとでいいです。でさらにおぼろをもう少しな。はい完成です。まずじゃあねタイ茶の方熱々のうちにいただきたいと思います。絶対うまいですよこれ。もういただきます。うまい。タイがね本当に美味しいタイですねこれ。この出汁に使ったおぼろ昆布がねまたいい仕事するんですよ。とろっと口どけもよく、いや本当にねいいタイですね。うまみしっかりあってタイとしてのポテンシャルめちゃめちゃ高い。綺麗に流れていく感じなんですよね。うまみが美味しさがこのと魅力ですね。そしたらもう一個炊き込みの方ですね。炊き込みの方はちょっとサクッと混ぜます。身を少しほぐしので下のご飯、ほらおこげこれが美味しいですよね。またねこのおこげがねこんなのうまいに決まってるもんね。じゃあ炊き込んだ鯛めしを盛り付けます。こんな感じかな。たら、これも少し青ネギ、ごまなんかも一緒にねかけてもいいと思いますね。もう絶対うまいもん。もうこれ多分今までで一番うまいよ。いただきます。笑っちゃうぐらいうまいですよ。本当に美味しい。なんだこのうまさ。もうね香りがいい。タイの魚の香りもしっかりしつつ昆布だしがねしっかり土台を支えてくれている。だからうまみがね口の中ずっと持続します。またねその塩分量のバランスもいいように思いますね。塩感が塩味があるからそのうまみをより強く立たせてくれる。この皮もねつるんと裏側に少し油乗っていて、このね適度な油っていうのもこの鶴ヶ灘のいいところですね。いやほんとロケも行ってこうやって食材も送っていただいて、美味しい鯛めし2種類できてハッピーでしたね。
鶴ヶ市の皆さんいろいろご協力いただきまして本当にありがとうございました。人生最高の鯛めしでした。ごちそうさまでした。